ガンダムシリーズでは定期的に兵器の枠に収まらない特徴的すぎる武器がたびたび登場します。中にはモビルスーツに装備するにはでかすぎんだろと話題になるほどのサイズを誇る武器もあり、作品によっては戦艦クラスの大きさを持つ武器すら登場しました。武器はでかければいいというわけではありませんが、でかいほどロマンを感じるため、でかすぎる武器を愛する方々も多いのではないでしょうか。そこで今回はガンダムシリーズの中でもモビルスーツ用にしてはでかすぎる武器を紹介していきます。なお、本動画はコミュニティでのアンケート内容及び動画コメント欄から選ばせていただいたものとなります。皆様たくさんのコメントありがとうございました。気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。ガーベラストレートボリューム2。まずシード・アストレイからアストレイレッドフレームが装備しているガーベラストレートボリューム2、通称150ガーベラストレートです。見た目はただの日本刀のようですが、その全長はなんと約150メートル。連合宇宙軍のドレイク級宇宙護衛艦の全長すら上回る大きさを誇っています。その巨大さから少しでも重力がある場所ではまともに扱えず、腕が壊れてしまうため、まず普通のモビルスーツでは運用できません。レッドフレームも専用の駆動システム、パワーシリンダーを搭載して初めて運用可能となったほどです。ちなみにそのあまりのでかさから当然艦内に収納できず、母艦に外付けする形で運搬しています。また刀身もレアメタルを注ぎ込んで作ったため、尋常ではない強度を誇っており、大気圏すら単独で突入してそのまま大地に突き刺さっていました。また後に刀身部分が砕けて失われてしまいますが、残った柄の部分をなんとアークエンジェルにも装備されているローエングリンに改造。戦艦並みの大きさを誇る刀から戦艦の主砲並みの威力を持つ電子砲へと姿を変えたのです。ちなみにロンギュールの高すぎる技術力もあって、方向を隠す蓋はアルミューレ・リュミエール搭載のガーベラシールドになり、つばはガーベラツール A、B に変形可能なので、刀剣を失った結果、むしろ多機能な兵装へと進化しています。超大型メイス。続いて鉄血のオルフェンズからバルバトス・ルプスレックスが使用する超大型メイスです。さすがに150ガーベラほどの大きさはありませんが、それでも全高 19M もあるルプスレックスを優に超える全長を誇っています。なお一応腰にマウント可能ですが、明らかに機体からはみ出ていました。また先端部と底部からパイルバンカーを射出可能で、叩き潰すだけでなく貫くことも可能です。もともとバルバトスはメイスをはじめ巨大な武器で圧殺する戦闘スタイルを得意としていましたが、超大型メイスはそれを究極まで突き詰めた兵装と言えるでしょう。ちなみに対艦戦闘も視野に入れているようで、作中でもジャスレイ・ドノミチコロスの母艦を本兵装でブリッジごと叩き潰していました。なおこんな過剰すぎる応殺用武器は本当に必要かと突っ込みたくなる方もいそうですが、鉄血の世界ではモビルスーツや戦艦に使われる装甲材ナノアミネートアーマーが強固すぎるため、射撃武器がそこまで有効打になりません。そのため接近して敵のコックピットを叩き潰したり、一つで機体を貫くことが最も有効な攻撃手段となります。そんな世界観においてわざわざコックピットを狙わずとも敵を上から圧殺できる超大型メイスは、乱戦でも効果的に敵機を減らしていける合理的な武器と言えると思われます。エーギル。続いて漫画 MS イグルー603に登場するジオンの試作兵器水中用ビーム砲です。一年戦争当時、水中でビームを放つと基本的に威力が減衰するか水蒸気爆発を起こす可能性があるため使えないという認識が一般的でした。そんな中、地球における生態圏を確固たるものにするため、ジオンが何としても水中でビームを使おうと開発したのが本兵装です。仕組みとしては、ビーム射出前に超小型のパイロットブレッドを射出し、水中に気泡で航路を作り、その航路の中にビームを通すという手法をとっています。ただ様々な機構を盛り込んだ結果、とんでもなく大型化しており、その全長は 64.4 メートルとモビルスーツ3機分以上にもなる大きさになってしまいました。ちなみに機体へ電力供給するサブシステムもモビルスーツ並みの大きさとなっており、一応モビルスーツで運用する兵器にもかかわらず
エーニル自体にも独自の推進システムを必要としています。ただ、大型化した分性能は高く、有効射程は2000メートルにも及ぶようです。しかし、でかい分小回りが利かず、攻撃に対してあまりに無防備な性質を見ると、水中用のメガバズーカランチャーという印象を受けます。ちなみに、水中用装備にもかかわらず、ジオンの水陸両用モビルスーツは、基本的に黒を採用しているため、本兵装を運用することができません。そこで、運動性が低く、開発が見送られたザクマリンタイプが、本兵装を運用するために実戦へ投入されました。デンドロビウム。続いて、ガンダム0083から、ガンダム試作3号機デンドロビウムです。本機は、武器をモビルスーツに持たせるというよりも、武器庫にモビルスーツが組み込まれているという表現の方が正しいでしょう。デンドロビウムは、ジオンのモビルアーマーに対抗するため、モビルアーマーにモビルスーツを組み込む大型機動兵器です。そのため、大きさは、モビルスーツの範疇に収まらず、全長は140メートルにも及びます。ちなみに、メガビーム砲を含まない全長は73メートル。つまり、メガビーム砲だけで67メートル以上の大きさを持っており、もはやモビルスーツで運用できる武器の領域を超えています。他にも、大型ビームサーベルや、16個の武装コンテナに収納された兵装など多すぎる武装を持つため、一人のパイロットで完全に操るのは難しいと言えるでしょう。また、戦艦のモビルスーツデッキには当然収納できないため、基本的に整備は船外で固定して行っていました。ただ、大きい分、攻撃の的にもされやすく、特にビームマシンガンのような弾幕を形成するタイプの攻撃に脆い一面も持っています。一応、ビーム兵器の対策としてアイフィールドジェネレーターを搭載していますが、こちらも機体外部に大型のジェネレーターがこれ見よがしに露出しているため、敵機に狙われやすいという弱点も見られました。本機は140メートルもの大きさの機動兵器ということで圧倒的な威圧感がありますが、極めて運用が難しい機体だと教えてくれます。ちなみに、本機の全長をもってしても、150ガーベラには及ばなかったりします。ディープストライカー。続いて、ガンダムセンチネルから、ディープストライカーに装備されたメガ粒子砲です。本兵装は、なんと、アーガマやアイリッシュ級の主砲と同じ型のメガ粒子砲、つまり、戦艦の主砲を、そのまま右肩に装備したとんでもない兵装となっています。かつて、ガンダムのビームライフルを見たシャアは、戦艦並みの火力と表現していましたが、本機は、まさに、戦艦の火力を持たせた兵器と言えるでしょう。当然、ただ装備するだけで運用できるわけがないので、左肩には戦艦並みの探知能力がある大型のディスクレドームを装備して命中精度を向上。モビルスーツのジェネレーターでは発射できるほどのエネルギーを確保できないため、脚部にも追加のジェネレーターが搭載されています。また、砲身の上部には主砲の胸郭を取るためのエレベーションギアがレドームを防御するシールドとして残されました。なお、戦艦の主砲に加え、ジェネレータやラブースターやらを搭載すれば、旋回性能が著しく低下するため、防御用のアイフィールドジェネレーターを装備しています。これにより、本機は、モビルスーツというより、兵器を、モビルスーツに無理やり収めたデンドロビウムという印象を受ける機体となっています。ちなみに、本機は、もともと、スペリオルガンダムの出力の高さに目をつけ、超高速で戦域に突入し、戦艦級の火力で一点突破し、そのまま離脱するという、およそモビルスーツに持たせるべきはないコンセプトにより計画されましたが、旋回性能の壊滅的な悪さと、開発コストは、戦艦レベルでは収まらない天文学的な数値になったことから、あくまでプランのみで終わっています。GN ブラスター。続いて、ガンダム00アウェイキニング・オブ・ザ・トレイルブレイザーから、ナデラーザに装備された GN ブラスターです。まず、ナデラーザ自体が全長300メートル。現実だと、アベノハルカス並みの大きさを誇っています。そんな機体の全長の半分を占めるであろう GN ブラスターは、画像から考えて、全長150メートル、150ガーベラ1本分の大きさを誇るとんでもない武器です。その威力も、戦艦の主砲に匹敵、もしくは上回る火力を持っており、複数の戦艦を貫通させて、撃沈できるほどの威力を持っています。なお、さすがに、発射後は、放熱処理を必要とするため、連射はできないようです。ちなみに、これだけの兵器を操るには、GN ドライブも、
1個2個では足りないようで、全身に合計7機、GN ファングに搭載されたものも含めると21機も搭載されています。なお、GN ファングも超巨大で、大型 GN ファングは、モビルスーツ並みの全長を誇っている上に、中から小型のファングが140機も射出可能。なお、これだけ巨体ながら、GN ドライブを大量搭載したことで、航行速度がブレイブにも匹敵するようです。さらに、ベーダによると、ソレスタルビーイングの第4世代モビルスーツを全部まとめて相手にしても勝利できるとシミュレートするほどで、その総合性能の高さは疑いようもないでしょう。これほど規格外の兵装を持っていれば、操縦が複雑になり、複数人のパイロットを必要とするはずですが、本機は納涼支波により制御を可能としているため、一応一人でも使用できます。逆に言えば納涼支波を使えない旧来の人類には扱えないため、実質的にはイノベーター専用機となっています。ハイパーメガカノン。続いてガンダムセンチネルからファッツに装備されたハイパーメガカノンです。その全長はファッツを少々上回る程度と、規格外の兵装を見続けておかしくなった感性からすれば特筆すべき大きさというわけではないかもしれません。しかしこのハイパーメガカノン、ダブルゼータの頭部に装備されていたハイメガキャノンの約 60% 増の出力を誇ります。ハイメガキャノンの最大出力はコロニーレーザーの 20%。つまりハイパーメガカノンはコロニーレーザーの約 32% に匹敵する威力を持っているのです。しかも数秒のインターバルで連射も可能となっており、間違いなく同世代のモビルスーツの武装としては最大レベルの火力を持つ兵装でしょう。また有効射程も非常に長く、本機からの砲撃を受けた女子オフショーは艦砲射撃と勘違いしていました。ただディープストライカーのような戦艦並みのレーダーは搭載されていないので、数万キロメートルレベルでの戦闘で直撃させるのは難しいようです。それでも頭部と腹部のハイメガキャノンがダミーとなっているファッツにとっては数少ない構成兵器とされています。なおその巨大さから機動性と運動性の低下は避けられず、一応戦況によっては砲身を基部ごと排除して高機動戦闘に対応することも可能ですが、本兵装を装備している時は極力近接戦闘を避ける必要があります。クーベルメ。続いてイグルー目視録0079に登場するゼーゴックに装備されるクーベルメです。ゼーゴック本体とモビルスーツの2倍以上の大きさはある兵器コンテナで構成されたモビルダイバーシステムは、大気圏突入による奇襲攻撃を目的とした兵器となっています。ただ実戦に投入された際は試験段階の兵器だったため、出撃するたびに兵器コンテナの装備が変わっていきました。クーベルメはそんなゼーゴックの4回目の試験で装備された兵装となっています。本兵装はビムザム用に試作されたビーム砲を改造した拡散ビーム砲で、後の時代によく見られるモビルスーツにモビルアーマーレベルの火力を持たせた武器です。ただ当時はまだ試作段階だったがゆえに、5秒以上ビームを照射すると機体が爆散するというとんでもない欠陥も抱えた武器となっています。それでも大気圏外からモビルアーマーレベルの火力を持ったモビルスーツで奇襲する効果は絶大でした。作中ではジャグローから打ち上げられた連邦の艦艇を垂直降下しながらすれ違った後、そのまま反転し下方からビームを打ち込むことでマゼラン級を1隻、サラミス級を4隻も撃沈する戦果を上げています。ただモビルスーツの2倍以上の大きさを持つコンテナを装備している都合上、旋回性能と運動性能が低く、劇中ではコアブースターとの戦闘で撃墜されてしまいました。そのためモビルスーツにもかかわらず対モビルスーツ戦ではほぼ使えず、基本的に艦船への奇襲攻撃専用の兵装となっています。怒り丸。続いて漫画クロスボーンガンダムダストからアンカーが装備していた怒り丸です。大型の怒りを思わせる見た目をしたビームサーベルで、本体の大きさはモビルスーツの全長よりもやや小さい程度となっています。しかし注意が必要なのは、怒り丸の本体はあくまでビームサーベルの柄の部分ということ。サーベルを最大展開した際の全長はモビルスーツをはるかに超える大きさで30メートル以上に達するとされています。ちなみに本兵装は40メートル級の大型モビルスーツ用に開発されていた武器で、作中では海底に拠点を置いたムーンが発掘した村雨ことサイコガンダム用に用意されていました。そのため本来はモビルスーツに扱えない代物ですが、
大容量のコンデンサーとスラスターが内蔵されていることもあり、18メートルしかないアンカーでも容易に振り回せます。また、スラスターを利用して通常時より素早く動いたり、敵に向かって突撃したりと、その用途は様々です。ちなみに、サイコミュ兵器としての側面もあるようで、ニュータイプ能力が高い人物が使うと、手元から離しても操作できるビットとしても使用できます。ただ、アンカーのジェネレーター出力では、サーベルを完全に展開するのは難しく、当初は、ビーム発生器の周りにしか刃を形成できていませんでした。しかし、後にアンカー V3 へ改修されると、ジェネレーターの問題が解決され、巨大なビームサーベルを展開できるようになっています。なお、省エネルギーモードではヒートサーベルとしても使用できるようです。アサルトバックパック。続いて、G のレコンギスタから、G セルフのバックパックの一つであるアサルトパックです。なお、パックという名称はついているものの、バックパックの枠をはるかに超えた大きさを有しており、G セルフに装備すると、ほぼ本体が覆い隠されてしまいます。そのため、バックパックというよりも、GN アームズのような支援メカという印象を受けます。本機は、モビルスーツだけで、遠距離からのビームやミサイルによる先制攻撃を可能にするために開発されたバックパックで、大型のビームライフルやミサイルランチャーを搭載。長距離射撃の精度を上げるため、フォトンアイの AI や画像処理の技術を応用し、光学照準の精度を向上させています。各種兵装の増加により質量が大きくなってしまいましたが、大型ブースターとしても使用することで、短期での長距離進行も可能になりました。また、その高い推力から、アサルトパック単独でもモビルスーツを牽引し砲撃する支援メカとしても使用可能です。なお、その戦場ごとに、目標情報の入力と細かな調整が必要とされており、整備士泣かせの機体となっているようです。ちなみに、アサルトパックは、そもそもが艦隊戦を想定した装備なので、モビルスーツ相手には、火力が少々過剰すぎるため、ベルリは、その使用をたびたびためらっていました。ということで以上、モビルスーツに持たせるにはデカすぎる武器10選でした。ちなみに、アンケートでは、他に、クロスボーンガンダムダストのバロックの剣、ガンダムダブルゼータのメガライダー、サンダーボルトのビッグガン、ガンダムシードのミーティア、シードフリーダムのゼウスシルエット、ガンダムエイジのプラズマダイバーミサイル、逆襲のシャア・ベルトーチカチルドレンのハイパーメガバズーカランチャーなどが挙げられていました。ぜひ、皆様が印象に残っているデカすぎる武器、コメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。